こんにちは、快適アート塗り絵チャンネルです。今回は4枚目の塗り絵をやっていきたいと思います。まずは絵墨の目を使って肌の色を塗っていきます。画材については概要欄にもまとめていますので、もしよかったら参考にしてみてください。肌の塗り方は1回目の動画でかなり詳しく解説していますので、もしもっと詳しく知りたい方はそちらの動画も見てみてください。ベースの色を塗ってから白抜きをして、その後血色の色味をにじませていきます。今回はちょっとピンクっぽい感じに仕上げたかったので、オレンジっぽい色よりこちらの桃色の方をたくさん使っています。唇や目元にも赤をにじませていきます。影の色味は赤っぽい紫にしていくので、まずはベージュと赤っぽい色味でざっくりと影を塗っていきます。肩のところや胸の部分は少し光が当たっている感じにしたいので、こんな風に白抜きをしておきます。乾いてから赤みを足していきます。桃色を使って影の部分にさらに足していきます。薄い塗りを重ねることによって陰影を作っていきます。紫色を使って濃い影を足していきます。白抜きで反射光を入れると艶っぽい肌ができます。次に吉祥の眼彩を使います。こんな感じの彩色筆を使用します。絵手紙で使っているものなんですが、非常に使いやすいのでこれもおすすめです。背景の色を2色のグラデーションで塗っていきます。花びらが描いてありますが、ここは無視して全体的に薄い色味で塗っていきます。水を敷いてからこんな風に2色でなじませて、画面を傾けて絵の具を画面の端っこの方に流していきます。流しながら筆を平行に移動させてグラデーションを作ります。一番最後の部分だけ絵の具が溜まりますので、こんな感じで吸い取っておきます。あとは半乾きの状態で花びらの部分の絵の具を吸い取って白抜きをしていきます。白抜きをする筆はたくさん水気がついているとシミになってしまいますので、ティッシュでよく拭き取った筆で絵の具を吸い取るようにして白抜きをしてください。床面は1色で塗っておきました。ここも好きなテクスチャーをつけたりすると面白いと思います。こんな感じになりました。次はドレスの色味を塗っていきます。ドレスの色は紫っぽい色味にしてみました。皆さんも好きな色味で塗ってみてください。ま
まずは下塗りをしていきます。花の中央が白っぽくなっているデコレーションがついたドレスにしたいので、こんな風に絵の具を塗ってから水を落としてバックランの技法で白い模様をつけました。バックランについては3つ目の塗り絵の動画で解説をしています。水分が乾かないうちに別の色を真ん中ににじませると、こんな風にグラデーションになったりします。ベースの色を塗ってから明るい部分の白抜きをし、影の色を追加するという方法は、これは結構髪の毛とか顔とかでも同じようなことをしていますが、服を塗る時にも同じような手順で塗れます。こんな風に1回の塗りで明暗も出しながら下塗りを私はよくしています。今回は書き進め方について少しお話をしたいと思います。今まではパーツごとに分けて塗りの解説をしながらレクチャーをしてきたんですが、実際の制作では結構薄い塗りを重ねながら絵が仕上がっていくと思います。そういう時はどういう考え方でやっているかというと、下塗りに陰影や色味をつけていく感じで書き込みをしていくという風に分けています。この段階ではドレスはまだ下塗りの状態です。でも下塗りにもこんな風に白抜きをしたりして若干陰影とか色味の変化を与えておくと、後で作業がしやすくなると思います。次は髪の毛の色を塗っていきます。髪の毛の色は茶色っぽい色味にしますが、紫色の影を追加することによってやや赤みを帯びた色味の変化も見えると思います。茶色に茶色の影ではなく別の色味を与えることによって髪の毛の色味が変化して見えたりするので、ぜひ影の色で遊んでみてください。ここでも下塗りの状態で2色を使うことによって下塗りの状態で陰影を少しだけプラスしています。さらにこの状態で白抜きをしてハイライトをしておいてもいいと思います。次は紫色を使ってドレスに陰影を入れていきます。これが下塗りの次の段階です。陰影を細かく入れていく段階になります。ドレスにはウェーブのようなシワが入っているので、そこの部分に陰影を入れていっています。こういう細かい陰影を描くとどうしてもバラバラして見える傾向もありますので、細かい陰影を描いた後は大きめの範囲の陰影で調節したり、逆に大きく陰影を入れた後に小さく入れてもいいかと思います。陰影を重ねて追加していく際は必ず完全に乾いてから作業を行ってください。一見乾いているように見えても髪の中の水分が乾いていなくて、ちょっと触ると絵の具が取れやすい状態になっていることもありますので、乾燥させてからさらにドライヤーで乾燥させるとか、1日絵を置いておくのもいいと思います。特に梅雨の季節なんかは絵の具が非常に乾きにくくなっていますので、思った以上に乾かすっていう風にした方が安全だと思います。大まかに陰影を入れた後にこんな風に細かいシワを描いていっています。複雑なモチーフになればなるほどこういう風な塗り重ねが必要になってきます。下塗りを入れた後に何段階かに分けて影を入れていくので、一つ一つの工程で徐々に細かくなっていきます。ドレスの下の方は花びらのようなデザインにしてみました。ここの陰影はちょっと自分で描いてて申し訳ないんですが、すごく難しくなっています。どっちの花びらが奥に行ってほしいかなみたいなことを考えながら、一枚一枚に陰影をつけるような感じで塗ってみてください。
この筆で払う線なんかは細かい陰影を追加するときにとてもよく使います。もしこのシュッと払う線が苦手な場合は、それだけを単体でちょっと別の紙で練習してみてもいいかと思います。髪の毛とか、あとはアイラインをシュッと跳ねるときとかもこの筆の動きです。メイクを追加していきます。目の色はちょっと迷ったんですが、瞳孔の部分を結構大きく描いている女の子ですので、青く塗って印象的な目にしてみました。髪の毛にも細かい陰影を追加していきます。こんな風に下塗りをしてからまた別のところを描いて戻ってきて陰影を描くみたいな感じで、いろんなパートを順番に回って描いていくと乾燥させる時間とかの節約にもなります。髪飾りも塗っていきます。花びらの塗り方も同じなんですが、これもやっぱり下塗りをしてから陰影を描くっていう2つの段階で描き進めています。この筋状の白抜きはよく水気を切った筆で行ってください。ちょっとこのグラデーションのとこの勾配が流浄化してしまっていたので、若干色味を足していきます。花びらの付け根に色味を追加して、ここからは陰影を描いていきます。最初の下塗りはあまり細かいことは考えず、色味をバババッとにじませて描くことが多いです。なので仕上がった時に下地の色味の変化とかがうまく生きてくるようになればいいかなと思っています。最後にキラキラ絵の具でデコレーションしていきます。呉竹の岩彩丹美スターリーカラーズよりこちらの黄金色を使います。最近ちょっと目の中に金色を入れるのにハマっていて、今回はハイライトをこの金色でやっています。ドレスにも金をプラスしていきます。ここら辺はお好みでいいと思うんですが、私は全部に縁取りをしてみました。結構派手派手になるんですが、若干ぼやっとした印象になるので、これはもう好みでやっていただいたらなと思います。こういうところもちょっと点々で描いてみました。ホルベインアクリリックイリデッセンスのクロマパールイエローを使ってキラキラを追加していきます。
水でよく溶いてそれを塗っていきます。次はターナーアクリルガッシュのパールブルーを使って塗っていきます。こんな感じでパールみたいな絵の具なんですが、傾けると色が出てくる絵の具になっています。塗った状態は薄く塗ると透明で、たっぷり塗るとパールっぽい白っぽい色になります。そして傾けるとこちらの色味はかなり青っぽい色が出てきます。ちょっとこの状態だと角度的に見えてないんですが、後で見ていこうと思います。最後に陰影などを調節して完成です。ちょっと床の部分を大理石っぽくしてみようと思ったんですが、ちょっと失敗してしまったので、ここの部分はなしでいきます。こんな感じで完成しました。絵墨みの面は肌の部分や髪の部分に使っています。吉祥の眼彩はドレスや背景の色味に使いました。キラキラ絵の具についても紹介します。こういうところに使ってる金色の絵の具は、こちらの呉竹の眼彩丹美の黄金色です。ここら辺で光っている青っぽい色については、アクリルガッシュのパールブルーを使用しています。そして全体的にラメラメしたキラキラした絵の具はいつも使っているアクリリックイリデッセンスのクロマパールイエローです。最後ちょっとキラキラしている部分も含めて完成を見ていきます。今回は塗り重ね方とかを解説しましたが、こんな感じで下塗りと陰影の段階を分けて描いていくことによって深みのある色合いで立体感のある絵が描けると思います。私の場合はキラキラもその上に重ねていますので、だいぶ重ねる回数としては多い感じなんですが、こういう作業を繰り返してだんだん絵に深みとか細かさとかを追加していくっていう風なことを紹介してみました。あと最後に皆さんにお伝えしておきたいなと思うことがあるんですが、先週まで実施していたターナー×快適アートの絵の具のプレゼントキャンペーンが無事に終了しました。皆さんたくさんのご応募ありがとうございます。毎日サイトをチェックして皆さんの塗り絵作品やオリジナル作品を見させていただきました。他の SNS とかでも皆さん上げてくださっているんですけれども、いろいろアレンジしながら楽しんで塗ってもらえている様子がすごく伝わってきて嬉しかったです。絵の具のプレゼントについては20名様に当たりますので、応募してくださった方は、結果を楽しみに待っていてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。